はい、皆さんこんにちは。今回は少しいつもの動画とは変えて、フライトの様子などを話しながら台風が近づいている新石垣空港まで飛んでいきたいと思います。現在は那覇空港を離陸して約5分ぐらい経っているんですが、目的地の新石垣空港は台風が近づいていることもあり、風の方も19ノットとガストが29ノットで、時折結構強い風の方が吹いています。指定の方は 10km なので、それほど影響はないと思いますが、少し荒れた天候の中の着陸となりそうです。今回巡航高度もそれほど時間がないので、早速降下に向けて準備をしていきます。使用滑走路は新石垣空港のランウェイ04を使用予定です。ミニマムの方の設定をしていきます。ミニマムの方のセッティングは326でセットします。また今回オートブレーキの方も3でセットしています。今回のアプローチが ILS ズールランウェイ04、こちらの方のローカライザーとグライドスロープをキャプチャーするために周波数の方を入力していきます。今回の新石垣空港のランウェイ04の ILS をキャプチャーするためには11075を入力します。アライバルの方は ILS ズールランウェイ04を選択、スターの方はマーサーを選択します。次にアプローチリファレンスページより着陸時の速度を設定します。今回はフラップが30、スピードの方が140、ウィンドコレクションがプラス5ノットで VLF13 の145で設定しました。ナビゲーションディスプレイの方にもトップオブディセントの方が近づいてきました。今回自動で降下させていくので、コードセレクターの方を1万フィートにセットします。徐々にですね、台風の方に接近してきているので、雲の方も非常に多くなってきています。問題なくトップオブディセントの方も来たので、機体の方が降下を開始しました。今回雲の方も非常に多いので、早めにですね、シートベルトサインの方を点灯させます。これからですね、少しだけ皆様からいただいたコメントの方を返していきたいと思います。まずは中でも結構多かった使っている PC スペックについてのコメントです。どの動画にも概要欄の方にパソコンのスペックの方が記載しているので、そちらの方もですね、確認していただければと思います。グラフィックボードが RTX5070Ti、CPU の方が Core i7-1700K で少し古い CPU なんですが、今のところも問題ないので、とりあえず使っています。あとはこれも多かったんですが、僕の方の動画ではリシェードをかけて明るさを追加したりコントラストを追加したりと少し雰囲気を変えています。メンバー動画の方ではリシェードの設定も公開しているので、こちらの方も気になる方はぜひ見てみてください。次はリプレイモッドは何を使っていますかという質問なんですが、もう昔からですね、フライトシム .to で公開されている無料のリプレイソフトのフライトレコーダーを使用しています。VR を使っていますかというコメントですね。こちらもですね、たまに来るんですが、VR の方は僕の方は使っていなくて、オープントラックというヘッドトラックと iPhone などウェブカメラで使えるスムーストラックを使っています。これを使用することで、カメラで頭の動きを認識し、フライトシムのコックピット内でも頭の動きで視点を変えることができます。今この動画でもですね、オープントラックとスムーストラックの方を使って撮影しています。続いて、飛行しているときは5時間とかずっと操縦しているんですかという質問ですが、時間がないときなどは、機体によっては、シム内の速度を速めることもできる機体もあるので、たまに速めたりすることもあります。この PMDG だと、フライパッドの方からシミュレーション速度を倍速にすることもできます。あとは外部のツールなどもあったりします。DLSS は何倍にしていますかという質問ですが、これまでは DLSS は2倍にしていたんですが、最近は3倍などにも試しています。ですが3倍にするとフレームレートは上がるんですが、まだまだ問題点もあるみたいで、描画されるテクスチャーのぼやけだったりちらつきなどもあります。
現在一番安定しているのはまだ2倍の方だと思います。またこんな感じでですね、コメント返しも動画内の方に入れていけたらなと思います。そんなこんなで、もう降下して一番フィートの方を切ってきました。スピードの方ですね、減速させていきましょう。スピードインターベンションボタンを押して、スピード210まで落としていきます。さらにスピードをフラップアップスピードまでセットして、徐々にフラップの方も展開していきます。スピードチェックフラップス1、ナブラジオの方ですね、アクティブにしておきます。これでローカライザーとグライドスロープの方をキャプチャーできるようになります。天候の方が少しですね、先ほどのメーターより若干ですけど悪化している感じがあるので、着陸の直前まで結構雨風強いかもしれません。一応メーターの方で見る限りはライトシャワーレインとなっていました。風が20ノット弱ぐらいですね。スピードチェックフラップス5、フラップス5スピードセット、アプローチプッシュ、ローカライザーグライドスロープ両方ともキャプチャーしました。あとは無事滑走路の方が見えてくれればといった感じですね。ギアダウンフラップス15、ライトルもねつけておきましょう。フォアランドアルトが3000フィートにセットします。今の時点2500フィートで40ノットぐらい吹いてますね。でも下の方、ウィングビューから見る限りでは綺麗な海も見えているので、もうこの時点で見えてればおそらくもうそろそろ1000フィートぐらいでは滑走路見えてくると思います。メーターの通り雨降ってきましたね。ワイパーつけてとりあえず着陸ですね。滑走路の方はねもう見えてるんですが、結構ギリギリまで雨雲かかってますね。それではオートパイロット切ってマニュアルで操縦していきたいと思います。オートパイロットでエンゲージ、オートスロットルディスコネクト。風はもう正面からに変わっているので、
まだマシそうですね。400, 300, チェック。minimums, コンティニュー。 100, 50, 40, 30, 20, 10. なんとかつけましたけど、ちょっとハードになりましたね。スピードブレーキアップ、リバース、ノーマル。60ノット、マニュアルブレーキ。オートブレーキオフ。ちょっとリプレイの方ですね、見てみたいと思います。着陸したらですね、雨の方止んだ感じですかね。はい、ということで今回はちょっとですね、またライブ配信風な感じですかね。最近全くライブ配信の時間が取れていないんですが、またしばらくしたらいつか余裕ができたらね、やりたいなとは思っています。あとはこんな感じで MSFS のニュースであったり、様々な情報もですね、話しながらフライトしていくのも楽しいかなと考えています。一応スポットが7番スポットに到着予定です。当チャンネルいろいろと MSFS2024 の動画の方を作成しています。X や Instagram の方もですね、概要欄に載っているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。